どうも、明けたまです。ソニックのハリウッド映画シリーズ、ソニック・ザ・ムービー。もうすでにご覧になられましたか？以前地上波でも放映してたし最近はどのストリーミングサービスでも見れるよね。今年はナックルズを主人公にしたスピンオフやシャドウが登場する映画3作目も公開されるし、僕ももう一度見直しておこうかなって思ってるよ。いいですね。ソニックファン問わずそういう方もいらっしゃるかと思います。そこで今回は映画、ソニック・ザ・ムービーに隠されたイースターエッグについてまとめてご紹介します。作中に遊び心として隠された小ネタってことだね。その通り。ソニック映画にはファンでも一度では回収しきれないほど小ネタや遊び心が満載です。今回はそれらを余すことなくご紹介していきますので、これから見ようとしている方、見返そうとしている方は映画の面白さが一段階上がること間違いなし。小ネタを知ってるか知らないかってだけでそのシーンの見え方が変わってくるものね。ソニオタじゃないと気づかないニッチなポイントもしっかり解説していきますので、一緒に押さえていきましょう。動画の内容上、映画のネタバレを含みますのでその点をあらかじめご了承ください。我々あけたまチャンネルでは、ソニックがもっと面白くなる、をテーマに、ソニック歴20年以上のオタクが、解説、考察、ゲーム実況など色々投稿しておりますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。では早速見ていきましょう。映画開始直後早速一つ目の遊び心。パラマウントのロゴの星がソニックシリーズのアイテムである、リング、で囲まれてます。効果音もゲームのリング取得音っぽいね。ちなみに BGM で流れているオーケストラはゲーム1作目、ソニック・ザ・ヘッジホッグの最初のステージ、グリーンヒルゾーンのアレンジですね。そうなんだ、よくわかったね。だいぶスローテンポになってて気づきにくいですよね。パラマウントのロゴの後、ソニックをはじめとする大量のセガのゲームが背景を埋め尽くします。めちゃくちゃたくさんある。すべてに触れるのは難しいのでわかりやすいところだけピックアップすると、ゴールデンアックス、バーチャファイター、ジェットセットラジオ、桜大戦、龍が如く、ぷよぷよ、シェンムー、セガサターンやドリキャスのロゴなどが確認できます。ゲームハードのロゴも混ざってたんだ。そこからカメラが引いていってセガのロゴが表示されます。この時のサウンドも、セガのサウンドロゴのオーケストラアレンジですね。セーガーってやつだね。ここまでで開始わずか30秒です。すでに情報量がすごい。さあここからやっと映画本編に入っていきます。冒頭、サンフランシスコの街にてソニックがエッグマンの追跡から逃げているこのシーン。小さくて非常に見えにくいですがソニックの後ろにある標識にメガ DR という記載があり、ソニックが初めて発売された時のゲームハード、メガドライブから引っ張ってきていると思われます。画風で全然見えないよ。俺も最初気づかなかった。また、この角を曲がる時のドリフトモーション、ソニックワールドアドベンチャーやソニックカラーズで見れるドリフトの動きに似てますね。近年のゲームのアクションも取り入れてるのかな。完全再現とまでいかずとも雰囲気として参考にはしてそうですね。続いて時間は遡り、ソニックの生まれた島に切り替わります。この島が見えた時にかかっている BGM はハイパーポーションズという EDM バンドの楽曲、フレンズ。この曲はゲーム、ソニックマニアのトレーラー映像でも使われている楽曲ですね。可愛くてワクワクするサウンド。島の外観を見ていくと、言わずと知れた初代、ソニック・ザ・ヘッジホッグの最初のステージ、グリーンヒルゾーンの地形が確認できます。ブロックチェックの基礎、ひまわり、崩れる足場に360度ループもあるね。ゲームで見たあのステージがこんなに綺麗に、と劇場で見た時は感動しましたね。見逃しやすいですがこちらのブロックの衣装にもご注目。何これ？鳥のデザインかな？フクロウの顔の岩ですね。これは初代、ソニック・ザ・ヘッジホッグのステージラビリンスゾーンと同じブロックになります。映画だとソニックの育ての親はフクロウのロングクロウだったよね。そうですね。ゲームでは言及されませんが映画ではフクロウの一族が口述するナックルズ族と争っていて、フクロウ族の最後の生き残りがロングクロウとされています。フクロウ文明のかつての名残かなと読み取れますが、ラビリンスゾーンの衣装がこう繋がってきたかという感じですね。そんなロングクロウの家に戻ったソニック。取り出したプレゼントはひまわりでした。かわいい。これもグリーンヒルゾーンのひまわりかな？そうだと思います。ゲームのデザインに似てますね。ベビーソニックとロングクロウのほのぼのシーンもつかの間。武器を持った民族に襲撃を受けます。ここで攻撃を仕掛けているのは以降の映画作品にも登場するナックルズ族。ナックルズのご先祖様にあたる部族で、武力で次々に領土を拡大した戦闘民族です。ちなみに真ん中で弓を引いているこのキャラクターはナックルズ族の長、パチャカマ、であると言われています。ソニックアドベンチャーにも登場してた武闘派の長老だね。よく見ると額の衣装がゲーム版のパチャカマの頭部の模様と同じですね。なお、このパチャカマは後に映画スピンオフ作品、ナックルズにもがっつり登場します。なんで一部族の
長老がボーリング場のスタッフやってるの？話せば長くなるので今回は割愛させてください。詳しくはスピンオフでってことか。ナックルズ族は今後も登場しますしソニック世界の物語を紐解く重要なキャラクターなので注目しておきたいですね。ちなみにこれはちょっとしたトリビアなのですが、映画のブルーレイディスク版の特典として削除シーン集という特典映像が収録されているのですが、開発中のシーンの中ではこのロングクローの家の壁にカリバーンと思わしき剣がかけられています。カリバーン Wii で発売されたゲームソニックと暗黒の騎士に登場する聖剣ですね。ただこれは映画本編では見えなくなっています。聖剣があればナックルズ族にも対抗できたかもしれないのに。クローだとどうやって剣を使うんでしょうね。ナックルズ族から逃れるためにロングクローはワープリングを展開します。この巨大なリングの移動装置もゲームや漫画で登場する移動手段です。リングもフクロウ文明の発明なのかな？具体的なところはわからないですが古代から存在するアイテムみたいですね。実はこのリングは原作シリーズでもまだ具体的な能力や出自が明らかにされていない謎のアイテムなんですよね。この映画シリーズではリングがたびたび登場するので、謎を紐解く鍵となるのではと考察勢も注目しています。ロングクローがほとんど形見のように預けた大切なものだものね。きっと何か重大なことが隠されてるはず。さあシーンは変わって10年後、舞台はアメリカのモンタナ州グリーンヒルズに移ります。これも、グリーンヒルゾーン、から名前をもじってるのかな？きっとそのはず。今作の主な舞台となる街ですね。劇中で車にひかれそうな亀をサクッと助けてあげていますがこれもゲーム原作で島の小動物を助けるところのオマージュかも。続いてソニックの隠れ家のシーン。ここは特に小ネタ満載ですよ。まず流れているのはクイーンの名曲、Don't Stop Me Now。超スピードで走り回る。誰も俺を止められないぜ。みたいなイケイケな曲だよね。歌詞に、スーパーソニック。って入ってるしソニックにぴったり。ソニックの歌い方もどこかフレディっぽいですね。続いてここのブレイクダンスとやギターの動き。これはゲーム、ソニックジェネレーションズのデモ版でのモーションをオマージュしてるのではと言われています。最後のフリーズがまんま同じポーズだ。エアギターのインドミル奏法も同じような動きに見えますね。ソニックが愛読している漫画は、フラッシュ。超スピードで走るアメコミヒーローですね。映画2作目でソニックはヒーローになりたい。って街をパトロールしてたよね。もしかしてフラッシュに憧れちゃっての発言だったのかな？これだけの関数を読んでたらそりゃ影響されますよね。さらにソニックがおでこに巻いている鉢巻きのマーク。これはゲーム、ソニック、シリーズのタイトルロゴのエンブレムですね。ほんとだ。こんな細かいところにも。まだまだあります。次はソニックが一人で卓球をしているこちらのシーン。一人で卓球。ソニックは速すぎて一人二役でラリーできちゃうんです。この一人卓球で使っている卓球台。よく見ると標識看板でヒルトップロードと書かれています。これはゲームソニックザヘッジホッグ2のステージヒルトップゾーンからの文字入りですね。続いてロングクローから預かった地図を確認するシーン。まず地図の中央にあるのはソニックがもともとロングクローと暮らしていた島ですね。ちなみにこの島のデザインはゲームギア版ソニックザヘッジホッグのサウスアイランドが元ネタ。その左は避難先とされているキノコの星。これはソニック3のステージマッシュルームヒルゾーンですね。ソニック3は初めてナックルズが登場したゲームだったよね。その通り。映画続編ではこのマッシュルームヒルゾーンでウマンとナックルズが出会うことになります。キノコの星の上は地球のマーク、真ん中上のマークはセガのゲーム機セガサターンのロゴですね。右上の太陽マークはちょっとニッチですが、初代ソニックザヘッジホッグのコンセプトアートからのオマージュだと思います。ほんとだ、ループの上の太陽マークがそっくりだね。コンセプトアートからも引っ張ってくるなんて油断できませんよね。続いてその下にあるチェック柄の球体。これはソニック3のスペシャルステージ、ブルースフィアがモチーフになっています。旧型のステージで青い玉をすべて回収するミニゲームだよね。確かめちゃくちゃステージ数あるんじゃなかった？ 2 億6000万ですね。わそして地図の右下にはエメラルドのマークも確認できます。ゲーム上のキーアイテム、マスターエメラルドやカオスエメラルドも映画2作目で登場しますが、この時点でエメラルドの存在は示唆されていたんですね。カオスエメラルド、マスターエメラルドって何？という方はこちらの動画で詳しく解説してますのでご参照ください。地図1枚だけでめちゃくちゃ小ネタ仕込まれてるね。ちなみにこのシーンで、次の避難先であるキノコの星についてソニックはこう語ってます。どうもキノコは好きになれない。英語版だと、I hate mushrooms。ここはちょっと間接的ですが任天堂のマリオについての言及ではと言われています。ソニックとマリオはゲーム市場でライバル関係にあったため特に90年代当時はバチバチに敵視し合ってました。今では共演なども増えてライバル関係も落ち着いてきていますがそういった史実に基づいた小ネタなのではと思われます。2023年にマリオも映画化されたけど、劇中で実はマリオもキノコが嫌いだという設定が言及されてたね。そうなんですよね。
結果的にソニックもマリオも二人ともキノコ嫌いということが近年明らかになりました。逆に仲良しだ。続いてシーンはモンタナ州グリーンヒルズに移ります。ドーナツキングこと保安官のトムがカモの家族の道路横断を見守っているシーン。おはよう、ドナルド、デイジー、ダッピー、と声をかけています。全部ディズニーキャラクターの名前だ。ドナルドとデイジーはアヒルのキャラクターですがダッピーはテディベアなので、トムはあまりディズニーには詳しくないのかもしれませんね。続いてグリーンヒルズに住むおじいちゃん通称クレイジーカールの登場シーン。彼は街で唯一ソニックの存在に気がついている人物で、ソニックをブルーデビルと呼んでいます。ブルーデビル、Y1O ゲーム、ソニックドリフト2、でメタルソニックが乗っていたカートの名前と同じですが、そこからもじったかはちょっと微妙ですね。車とか関係なさそうなシーンだしね。ソニックを探し回っているクレイジーカールが創作のために自ら描いたソニックのモンタージュイラストにもご注目。このイラストは海外でバズり散らかしたサニックと呼ばれる有名なネットミームになっています。これも元ネタがあるんだ。クレイジーカールの絵心がないだけかと思ってたよ。サニックについては過去動画で詳しく解説しているのでこちらも良ければチェックしてみてください。続いてソニックがトムの家で映画を盗み見ているこちらのシーン。まず見ている映画はスピードという1994年に公開されアカデミー賞も獲得した名作アクション映画です。減速すると爆発しちゃうバスの乗客を救うために戦う、スワット隊員の活躍が描かれるって内容だよね。スピード強のソニックが好きそうなテーマだね。そうですね。実際ソニックも喜んでいて、主演のキアヌ・リーブスを見て、キアヌ、お前はこの国の宝だ。と感想を述べています。この時から構想があったのかは定かではないですが、映画3作目に登場するシャドウ・ザ・ヘッジホッグの声優をキアヌ・リーブスが務めることになります。国の宝がシャドウの声優になった。ソニックもキアヌと共演できることになるとは思ってなかったんじゃないでしょうか。続いてはマディがサンフランシスコの賃貸物件を調べている時に利用しているこちらのサイト。めちゃくちゃ見えにくいのですが、コメントしている人物の名前がゲームに登場するキャラクター、エミー・ローズ、なのではと言われています。小さすぎて読めないよ。このサイズじゃよく見ても気づけないですよね。次はソニックがこっそり少年野球を観戦しているこのシーン。緑のユニフォームの方はチーム名がグリーンヒルズ。グリーンヒルゾーンからもじったこの街の名前だね。チーム名もそのままってことかな。そして赤のユニフォームの方はチーム名がスプリングバレーとなっています。スプリングバレー ?1996 年ソニックチームが制作したセガサターン用ゲームソフト、ナイツ・インプ・ドリームスのファーストステージですね。ナイツからも引っ張ってきてるんだ。油断できませんよね。続いてはグリーンヒルズの停電後、オフィスにいる保安官ウェイドのシーン。オフィス右奥のひまわりにご注目。あ、グリーンヒルゾーンのひまわりっぽい。この特徴的な鋭角の花びら、ロングクローにプレゼントしたものとそっくりですね。次はアメリカ国防総省、ペンタゴンの重役会議のシーン。左側の男性にご注目。この方はゲイリー・チョークというカナダの俳優兼声優さんで、海外アニメ、アドベンチャー・オブ・ソニック・ザ・ヘッジホッグ、デブラウンダーというロボットの声を、また別のアニメ、ソニック・アンダーグラウンド、ではエッグマンの声を務めた声優さんです。エッグマン役の声優さんが映画では逆にエッグマンに手こずる政府組織の一員なんだね。海外ファンはにやりとするファンサービスだったと思います。シーンは少し進んでエッグマンからの追跡をトムの家でかくまってもらっているこちらのシーン。ソニックが丸まって転がります。ゲームのモーションをモチーフにした動きですね。映画だとモフモフでより可愛いな。続いてはトムとソニックが逃亡中に立ち寄ったバー、ピストンピット。ここでソニックは死ぬまでにやりたいことリスト、通称バケットリストを書き出します。ホールサイズのピザを食べる、スポーツできそうの下には、ジーニーのランプを見つける、とあります。アラジンと魔法のランプ、だね。これは Wii で発売されたゲーム、ソニックと秘密のリングの試作もと思われます。アラビアンナイトの世界を舞台にしたゲームでランプの性も登場します。続いてソニックが高速でバーの中を駆け回るシーン。店員さんの持っていたチリドッグをすべてかき集めて食べ尽くしています。実はソニックの大好物はチリドッグ。これはゲームやアニメ、コミックでもおなじみの設定です。続編映画でもチリドッグを食べるシーンは印象的に描かれていたよね。割ともう、ソニックといえばチリドッグ、くらいの認知度になりつつありますね。ソニックとチリドッグの歴史や意外な関係についても過去に動画をアップしてますので、詳しいことはそちらからどうぞ。バーでの大乱闘を切り抜けたソニックとトムは道中のモーテルに宿泊します。ベッドの上で武勇伝を語っているソニック。ここのセリフ、日本語吹き替え版だと、ドーナツ教と音速のハリネズミ、と語っていますが、英語版だと、ドーナツロード&ザ・ブルーブラー、と言っています。ブルーブラー？海外でのソニックのニックネームですね。また、モーテルの部屋の中で遊び回るソニックにも注目。残像の中でライトから落ちそうで落ちない踏ん張りを見せていますが、これはゲーム中で崖際に近づいた際に見せるオットットモーションのオマージュですね。スマブラで見たことある人も多いかも。どんどん行きます。
続いてはエッグマンの追跡がそこまで迫っているシーン。ソニックが回転攻撃で車を打ち上げます。ゲームでおなじみのアクション、スピンダッシュ、ですね。スピンダッシュ後フラフラとよろめくソニックのセリフ。日本語だと、ゲームオーバーかと思ったぜ。で、英語だと、ボーナスライフがあったみたい。といった具合で、どちらもゲームキャラクター的なメタ発言になっています。残機があってよかった。その後もエッグマンの攻撃は続きディスク攻撃で追い詰められる二人。そんなエッグマンの攻撃は同じ道路を走っていたファミリーワゴンに飛び火してしまいます。迷惑だな。その襲われてスリップしてしまったファミリーワゴンのフロントガラスに注目すると、ソニックアドベンチャーから登場したキャラクター、チャオのマスコットが飾られています。遠くてわかりにくいけど、水色のボディに黄色い球体、もっと近くで見せてシーンは映ってエッグマンのトレーラーラボのシーン。お気に入りのプレイリストをかけて本腰を入れるエッグマンですがそのプレイリスト群に注目すると、クラッシュ40というプレイリストが確認できます。クラッシュ40は長年ソニックシリーズのテーマソングを歌ってきたハードロックバンド。激エモなロックサウンドはソニックゲームとの親和性が非常に高くファンからも熱烈な支持を受けるバンドとなっています。クラッシュ40のプレイリスト、2つもあるね。エッグマンも相当お気に入りみたい。クラッシュ40の解説及び楽曲紹介は以下の動画をチェック。超かっこいいから聞いてみてね。同じくトレーラーラボのシーン。ソニックの針のエネルギーがショートして停電してしまいます。停電したラボのブレーカーを上げるエッグマン。そのブレーカーには、バドニックスの文字が書かれています。バドニックはエッグマンの作った量産型軍事ロボットの総称です。そうなんだ、初めて聞いた。どちらかというと海外で呼ばれている名称で、日本では普通にエッグマンのロボットとか呼んでいるのであんまり馴染みないかもしれませんね。バドニック以外にも、セルフデストラクトって書かれてるの見つけちゃった。いざとなったらやる気でしょうね。続いて気を失っていたソニックがマディのお姉さんレイチェルの家で目覚めるシーン。飛び起きたソニックが放ったセリフですが英語版だと、ガタゴーファスト、と叫んでいます。これは海外で有名なソニックのフレーズで、日本ではセガの会議室にもプリントされています。早く行かなくちゃって意味だね。続いてレイチェルの娘ジョジョがソニックに靴をプレゼントするシーン。この赤い靴は、ゲームでもおなじみのソニックの赤い靴ですね。ちなみにこちらの靴ですがソニック映画の公開を記念してシューズブランドのプーマが特別スニーカーを作成しました。再現度高ー。残念ながら非売品だそうですがめちゃくちゃ忠実にデザインされてますよね。物語も佳境に入り本気モードのエッグマンが飛行マシンに乗り込んで襲撃してきます。多少形は異なりますが、飛行するマシンに乗り込んでフライトスーツを着ている様は、原作ゲームでエッグモービルに乗り込み赤い服を着ているエッグマンにだんだん寄ってきていますね。デザインはかなりスマートになってるね。このスマートな白いマシンやドローンを見てソニックが放ったセリフが、まるで空飛ぶ卵だな、ミスターエッグマン、でした。ついにエッグマン呼び来た。意外と知らない方も多いかもですが、エッグマンはあだ名なんですよね。本名はドクターイーボロボトニック。劇中でもずっとドクターと呼ばれてましたね。ここからエッグマンとの激闘が始まります。まずはエッグマンの放ったミサイルを待ち受けて足踏みしている時の動き。これは原作ゲームの待機モーションのオマージュですね。続いてリングを拾う時の効果音。これも原作ゲームに寄せられてます。さらにビルを駆け下りるシーン。これは意識しているか不明ですがソニックアドベンチャーシリーズにルイージのシーンが登場します。スピードハイウェイやシティエスケープだね。落としたリングを急いで回収するシーン。原作ゲームではダメージを受けると手持ちのリングをばらまいてしまいます。ばらまいた直後はまだ拾えるから急いで回収するんだよね。そんなソニックゲームあるあるを想起させるシーンですよね。次はエッグマンからの逃走シーン。ここは盛りだくさんですよ。まずサンフランシスコを舞台に敵の追跡を振り切ろうとするこのシチュエーションが、ゲーム、ソニックアドベンチャー2の冒頭を想起させますね。ゲームでは軍から追われるんだよね。その通り。暴走トラックのシーンはあまりに有名かと思います。続いて逃走中のこのポーズ。これは大乱闘スマッシュブラザーズスペシャルに登場した際のソニックのポーズのオマージュですね。完全に一致。バスの下をスライディングでくぐり抜けるシーン。ゲームでも登場するスライディングアクションに似てますね。続いてフィールドを変えて万里の長城を駆け抜けるソニック。ゲーム、ソニックワールドアドベンチャーのチュンナンというステージに近い印象です。さらにリングでエジプトに移動。これはソニック3のステージ、サンドポリスゾーン。かなと思いましたがソニックゲームは他にも砂漠ステージが多いのでどれかなという感じ。現実にある場所かつ、ソニックステージっぽいロケーションを選んでるように見えるね。次に砂漠で砂を巻き上げるこの動きはソニックヒーローズのアクション、ブルートルネード
ですね。シーンは進み、エッグマンを退けて日常が戻ったグリーンヒルズ。流れている BGM はグリーンヒルゾーンのピアノアレンジですね。このジャズっぽいリズム好き。続いてトムの家に用意されたソニックの新しい部屋。よく見るとメガドライブが置いてあります。ソニックがソニックを遊ぶ可能性が。あるとかないとか、車の形をしたベッドはアメコミ版で描かれたベッドのオマージュですね。かわいい。地球を出ていかなくて良くなったソニックの新しい生活が幕を開ける。というところでタイトルロゴがドン。大だねん。エピローグに入ってもまだ小ネタが残されてます。キノコの星に飛ばされたエッグマン。頭を丸めてヒゲも伸び放題。これによって、よりゲーム版のエッグマンに近いビジュアルになりました。あとは太るだけだね。続いてゲーム画面風の演出でお送りするスタックロールですね。これ映画館で見てテンション上がったな。ここはもはやオマージュだらけなのでいくつかピックアップしてご紹介すると、この画角はソニック2に登場するハーフパイプ型のスペシャルステージですね。リングがドーナツになってるのは映画に沿った演出だね。続いて赤と青のボールが散らばるこの空間。先にも紹介したソニック3のスペシャルステージ、ブルースフィア。よく見ると車にソニックとトムが乗ってるね。劇中では登場しませんでしたが、ゲームでは見慣れたエッグマンのロゴも登場します。ジム・キャリーのタイミングバッチリだね。お前はこの国の宝だ。マジで名演でしたよね。スタックロールも終わって再度グリーンヒルズに切り替わります。ここで登場したのはなんと同じミキツネのキャラクター、テイルス。かわいい。声優は日本版が広橋亮さんで英語版はコリーン・オショーネシーさん。どちらもゲームやアニメ版と同じ声優さんですね。次のシーンで披露するテイルスの飛行アクションはゲームでもおなじみ、ヘリテイル。尻尾を回して飛ぶ。ゲーム初登場時からの得意技だね。続編で大活躍するテイルスにご期待くださいというところで本作終了です。最高の映画だ。以上、今回はソニック・ザ・ムービーに隠されたイースターエッグについてご紹介いたしました。めちゃくちゃ隠されてたね。これは一回見ただけじゃわからないな。ニッチなネタも多かったですもんね。今回の小ネタを覚えてもう一回映画見てみるとまた違った視点で楽しめそうだね。映画をさらに楽しむための一助になったなら嬉しいです。評判良ければ映画2作目やスピンオフのイースターエッグも解説してみようかと思いますので、良ければ高評価、チャンネル登録をお願いします。それでは今回はここまで。ご視聴いただきましてありがとうございます。次回もよろしく。